模活時間の記録 Vlog。今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー122 SD 戦国伝で超戦士ガンダム野郎からのキット大河ガンダム超将軍を作っています。1993年に発売されたキット。塗装パートその2です。武者形態の構成パーツをペイントするフリーハンド筆塗り動画です。素組みで作ったパーツはミスタースーパークリア艶消しを吹きかけ、塗装の下地を作ってあります。塗装の様子をハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。まずは下地塗装です。色分けする箇所にモデルカラーのホワイトグレーを水で溶いて薄く塗っていきます。マットな塗膜を作り、色分け箇所の目印にもなるので、その後の塗装が効率よくなります。一手間ですが、この下地塗装は欠かせません。今回使った塗料の他に題材によって使う下地塗料には、同じファレホのゲームカラーデッドホワイト、モデルカラーのライトフレッシュ、パンツァーエースの肌色ハイライトカラーなんかがあります。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所は平筆、ハケを使って時短させ効率よく塗装しました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の塗装で使用した塗料はこちら。このパートで塗装に要した時間は約60分でした。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもファレホの魅力です。BB 戦士はガンダムシリーズのモビールスーツを2、3頭身で表現、ディフォルメした SD ガンダムのプラモデルシリーズ。1987年の発売開始。BB 戦士の名前は初期の頃の BB 弾の発射ギミックに由来。大河ガンダム超将軍のデザインベースはF90 の新たな姿であるクラスターガンダムです。設定は飛天ガンダムの兄で、カラクリ3兄弟の長男。飛天ガンダムからはパーツ増とメッキの追加で定価が500円上がった形になっています。単純なカラー変更だけではなく、デザインも左右逆になったりしています。パーソナルエンブレムは合体する虎の化身、守護獣の虎のとの一文字があしらわれています。栄装剣は必殺技大河拳法魔界十文字切りを繰り出すことができます。大河ガンダムの右腕の鞘に収納されていて、腕にはサンガンダムという文字が書かれています。キットではナンバー144の飛天ガンダムのパーツが残っているので、飛天ガンダムの方にメッキパーツを導入するなどの連携も可能です。色分けの1色目は濃いグレーです。モデルカラーのダークグレー。大河の足にあたる連結部になっているタイヤ、その胴体、コアキャノンなどに。ゲームカラーのブラッディレッドです。大河のフェイス、タイヤ、コアキャノン、ダブルクラスターキャノンなどにそれぞれ色分け箇所がありました。鮮やかな赤カラーです。均一な色塗りになるようにウォーハンマーカラーのテクニカル、溶剤塗料のラーミアンメディウムを水で薄めて使いながらペイントをしました。次に濃い青です。モデルカラーのブルーです。タイガやダブルクラスターキャノン、カブトなどに。ファレホの標準的な青カラーです。ファレホの隠蔽力が強いのは顔料の含有量、比率が高く設計されているということと、その粒子一つ一つが細かく、そのため均一に塗れるという特性を持っていることによります。ゲームカラーのシルバーです。カブトの色分け箇所、タイガの本体、ダブルクラスターキャノンにも使っています。銀色のさすがの発色の強さです。銀色塗料の隠蔽力が強い最大の理由は、金属固、アルミ顔料が光をほぼ通さず、表面を物理的に覆うからです。金属粒子は光を強く反射、下地を遮断、面で覆う性質が非常に強い特質を持っています。一部、大河の爪の部分にモデルカラーのガンメタルを使っています。色分けのメイン、一番塗装箇所、面積が大きかったのは、
ウォーハンマーカラーのベース、レトリビューターアーマーゴールドです。BB 戦士、特に戦国伝のキットでは欠かせない金色。ファレホのいろんなメタリックと比べても、ゴールドでは屈指の粘性と隠蔽力を誇る優秀な塗料です。このパートでの色分け箇所では、兜、タイガ、コアキャノン、ダブルクラスターキャノンなどに全般に塗装箇所がありました。下地も効いて一発で色が乗っていきました。ウォーハンマーカラーはホビー用の水性アクリル塗料。塗料の食いつきも良く、隠蔽力が高いので、下地の色を気にせずに塗ることができます。イギリスのゲーム制作会社、ゲームズワークショップが販売しているマットな質感の水性塗料です。2026年春から順次、シタデルカラーから名称変更をしました。発色は強い、隠蔽力高め。今回のゴールドに代表される金属色やコントラストは優秀。ベース塗料は顔料の濃度が高く、本来は下地として最適な塗料種。兜飾り、タイガのフェイスの目などにモデルカラーのライトグリーンです。明るい鮮やかな緑です。仕上げ工程です。モデルカラーのホワイトグレーを再びです。上塗り及び塗り漏れていた箇所の補修に赤、ゲームカラーのブラッディレッドを再び使用しました。塗料は水性アクリルのウォーハンマーカラーとファレホを併用、オール筆塗りで色付けをしていきました。塗装後のパーツは水性トップコート、艶消しを吹きかけて乾燥させて完成。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。ダブルクラスターキャノンを変形して左の肩アーマーにします。コアアタッカーをバックパックの形状に整えて背中に装着します。兜飾りを兜に取り付けます。頭部に装着してタイガガンダム超将軍の完成です。フロントビューからリアビューまで。タイガ、コアキャノン、ダブルクラスターキャノンの3つが合体してコアタイガを作ることができます。コアタイガとプロトコアクラスターが合体するとダブルコアモードになります。ということで今回は SD ガンダム BB 戦士ナンバー122タイガガンダム超将軍塗装のパートその2で武者形態を構成するパーツを水性アクリル塗料フリーハンド筆塗りでした。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。